どうも皆さんこんにちは。今日は雨の夜のストリートフォトグラフィーなんですけど、久しぶりに撮っているところを撮るっていう動画を撮ったら、私ね、すっかり喋るの忘れちゃってたんですよ。ということで無言動画になっちゃったので、今からね、写真一枚一枚見ながら喋っていこうと思います。ということで今から写真を見ながら喋っていきます。まずね、1枚目です。これはね、定番の水滴写真なんですけど、この背後の黄色とブルーが綺麗だなと思って撮りました。あとね、信号の赤い反射もポイントになってるなと思います。で、次の写真。これね、私撮った写真後からクロップするのってあんまり好きじゃないんですけど、これは仕方なくクロップしました。フレームに人物が入ってくるのを待ってシャッター切ったんですけど、ちょっとシャッターを押すのが遅すぎて、右の方にね大きな余白が空いちゃったんですよ。なのでちょっとねその右側をカットしようと思ってクロップしました。で、次パッと上を見たら、この赤信号のにじみと背後の建物の影がいい感じだったので撮りました。雨粒が光で黄色っぽくなってるのもいいと思いました。これ結構私気に入ってる写真なのでサムネにしようかなと思ったんですけど、だいたいいつもね、私が好きな写真って他の人にあんまり好かれないんですよ。ということでちょっとね、他の写真をサムネに使いました。で、次ここね、めちゃめちゃ雨が降ってるのに果物を屋根のない表に出しっぱなしにしていた店で、ちょっとねそれが気になって近寄りました。で、この写真は整然と並んでいるカラフルな濡れた果物が可愛いなと思って撮りました。で、このね下半分なんですけど、黒つぶれさせてほぼツートンにしました。で、次これはね、窓に反射してる黄色いライトと、あとねガラスの質感がなんか油絵っぽいなと思って撮りました。今回私のチャンネルは初めて見てるっていう方、私ねこういうタイプの写真撮るのが好きなんですよ。ちょっとねこう絵画っぽい、海外じゃないですよ、絵画っぽい絵みたいな感じのやつ、そういうのがね好きです。で、次の写真。これはね、信号の反射の中に自転車の影があるところを撮りました。この青い光のところ、ここはね、赤いライトのバージョンも撮ったんですけど、青い方が綺麗だなと思ってこっちを採用しました。で、次これは暗めな路地の中にこのたこ焼きの看板がふんわり光ってるのと、その奥の青信号とその反射、そして左の街灯とその反射のオレンジ色がこうバランスがいいなと思って、オレンジ色の反射のところに人が通るのを待って撮りました。で、次これはね、何気に映えスポットなんですけど、スーパー玉出です。大阪の人ならみんな知っているスーパーマーケットなんですけど、どの店もこんな風にね電飾がすごいんですよ。ちなみにいらないプチ情報なんですけど、私スーパーはライフ派なので、このね玉出どこの店も一回も入ったことないんですよ。ただね、玉出の前通るとこの電飾に惹かれてついつい写真を撮ってしまいます。何気に大阪の映えスポットの一つだと思ってます。で、次これもスーパー玉出の前で撮りました。路面反射と人影を撮りました。ちなみに今回使ったカメラはこちら、ニコン Z50 とレンズがキットレンズ、これがね 16mm50mm F3.5 から 6.3 です。この間この Z50 の兄弟機種の Z5 のレビュー動画作ったんですけども、見てもらいましたか？Z50 はフルサイズっていうこともあって暗所撮影に強いっていうことをお話ししたんですけど、じゃあ自分が持ってる Z50 はどうなんだろうと思って、今回ねちょっと夜撮影で使ってみました。今回は梅田とか心斎橋とかみたいにこう夜でも明るいっていうところではなくて、もうね本当にねちょっと暗いところにポツンとライトがあるようなところで撮ったんですけど、さすがにねやっぱりこう Z5 に比べちゃうと物足りないっていうのはね、正直な感想です。ただ悪いっていう意味ではなくって、 APS-C カメラでさらにこのキットレンズ、明るくないレンズを使って、こんな感じかなと思っていた想定内っていうところです。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。